久しぶりにユニクロのシャツを買いました。皆さんこんにちは。あるミニマリストの物欲です。今回の動画ではユニクロのエクストラファインコットンオーバーサイズスタンドカラーシャツ長袖を紹介します。私はこのシャツを2022年の12月に購入しました。ユニクロのウェブサイト上では新作と書かれていました。購入したのはホワイトの XL サイズです。価格は消費税込みで2990円です。ユニクロのシャツといえば私は以前エクストラファインコットンブロードスタンドカラーシャツ長袖という製品を愛用していました。今回購入した製品はこのシャツのオーバーサイズバージョンです。私は2021年の秋からオーラリーのシャツを買い始めました。オーラリーのシャツの素材感やフィット感に魅了されて立て続けに数枚買い集めました。その後トップスにはオーラリーのシャツを着るということが続いていました。しかし久しぶりにユニクロのシャツのラインナップを確認していたら、以前愛用していたシャツのオーバーサイズバージョンがあるということに気がつきました。これはぜひ着てみたいと思い、店舗に試着をしに行きました。すぐに購入を決めました。このシャツのディテールを確認していきます。まずは素材です。エクストラファインコットンブロードの素材感はきれいめで繊細な雰囲気がありながらも耐久性も感じられます。日常的に着るシャツとして理想的な風合いだと思います。襟の形はスタンドカラーです。オーラリーのシャツにはスタンドカラーのデザインがなかったので、今はこの襟のデザインが新鮮に感じます。縫製の雰囲気はカジュアルシャツとしては十分綺麗で丁寧だと思います。ボタンはプラスチック製のボタンです。プラスチック製ではありますが、表面のカットの仕方によって若干光沢が出るようになっています。見た目の印象としてはもちろん買いボタンの方が望ましいですが、特に気になるというレベルではありません。前立ての縫製仕様は左前立てがステッチなしの三つ折り始末です。シンプルでクリーンな印象です。右前立ても三つ折り始末で、折り代の端はステッチで押さえられています。ポケットは左胸に一つついています。シンプルな形のポケットです。後ろ側に目を向けてみると、ヨーク切り替えの部分にタックが入っていることがわかります。両脇に1箇所ずつタックが入っています。タックの深さは1センチ程度で比較的浅めだと思います。カフスのデザインも非常にベーシックなデザインです。カフスにはボタンが2つついています。どちらのボタンに留めるかによって少し袖口幅を調整できるようになっています。ケンボル開きの中間地点にもボタンが1つついています。このケンボル開きの裏側の部分が非常にスッキリした仕上がりだったので驚きました。パーツの端がポケット状の切り込みの中に流し込まれています。このような縫製仕様はこの価格帯のシャツではあまり見たことがありませんでした。このような細かい部分へのこだわりを発見すると嬉しくなります。品質表示は左脇の裾寄りの箇所についています。また品質表示にはスペアボタンが縫い付けられています。裾は三つ巻き縫いで始末されています。また裾の両脇にはガゼットが縫い付けられています。コストダウンだけを目的とすれば当然省略されてしまうディテールです。このようなディテールからもものづくりに対するこだわりが感じられます。脇から袖下にかけては折り伏せ縫いで始末されています。ステッチの幅は約4ミリです。ステッチの雰囲気も綺麗だと思います。アームホールはステッチ幅約9ミリの折り伏せ縫いです。縫製の雰囲気としては全体的に綺麗めな印象で好感が持てます。それでは実際に着用した状態を確認します。私の体型は身長が180センチで体重は65キロです。着用しているシャツは動画の前半で紹介してきたユニクロのエクストラファインコットンオーバーサイズスタンドカラーシャツ長袖です。ホワイトの XL サイズです。購入した後に一度洗濯機で洗いました。乾いた後にスチーマーで軽くシワを取りました。オーラリーのシャツに比べて洗濯乾燥後に入るシワの量は少なめだと思います。このシャツの素材は少し張り感があるので
比較的シワが入りにくいのだと思います。シャツを実際に計測した結果はこちらです。今のところ新品の状態に比べてほとんど縮みは出ていません。以前愛用していたエクストラファインコットンブロードスタンドカラーシャツ長袖との最大の違いは袖の幅です。袖幅が広く作られていることによって程よい抜け感のあるシルエットに仕上がっていると思います。ここ1年以上はオーラリーのシャツばかりを着てきました。オーラリーのシャツのサイズ感や雰囲気に慣れてしまったので、今からユニクロのシャツに戻るのは難しいのではないかと思っていました。しかし今回ユニクロからオーバーサイズのシャツが発売されたということで試してみました。結果は大正解でした。このシャツのフィット感や雰囲気であれば十分メインのトップスとして活用できそうです。ちなみにシャツのインナーにはユニクロのエアリズムマイクロメッシュ V ネック T 半袖を着ています。ベージュの XL サイズです。パンツはコムデギャルソンオムドゥのテーパードパンツです。色はブラックでサイズは M です。靴は JM ウエストンの180シグニチャーローファーです。色はブラックでサイズは8ハーフの D です。ソックスはヘルスニットのシンカーホワイト無地ソックスです。サイズは M です。ベルトは J&M デビッドソンのレザーのメッシュベルトです。色はブラックでサイズは34インチ85センチです。私はトップスについては一年中このようなシャツを着用しています。夏場にはシャツの袖をまくって着用します。袖をまくって着用した状態も確認してみます。袖をまくって着用した状態もなかなか良い雰囲気だと思います。左腕につけている腕時計は Apple Watch Hermes シリーズ5のスペースブラックステンレスモデルです。サイズは 40mm です。次はこのシャツの上に重ね着をした状態を確認します。シャツの上にカーディガンを着用しました。カーディガンはスタジオニコルソンのラムウールカーディガンです。色はブルーでサイズは M です。このようにカーディガンを重ね着した状態の雰囲気も好きです。この上にコートを重ね着すれば真冬にも対応できる服装になります。重ね着にも対応できる製品を選ぶことによって持つべき洋服の種類や数を減らすことができます。私にとってシャツというアイテムが非常に重要だということを改めて実感しました。次は別のアイテムを重ね着してみます。シャツの上に2021年の秋に購入したユニクロとホワイトマウンテニアリングとのコラボレーションアイテムであるウルトラライトダウンオーバーサイズジャケットを重ね着しました。色はブラックでサイズは XL です。このジャケットを重ね着した時の白の見え方のバランスが好きです。トップスとしてはこのシャツをベースにして先ほどのようにカーディガンを羽織ったりこのようにインナーダウンを羽織ったりすれば簡単に温度調節をすることができます。このような服装の上にコートを羽織り首にマフラーを巻けば真冬にも対応できます。一方シャツ1枚になり袖をまくれば夏の気候にも対応することができます。このようにシャツというアイテムは非常に汎用性が高いです。シャツといえばオーラリーを着るというのが最近の私の中での決まりでした。しかし今回このシャツを購入したことによって少し考えが変わってきました。今後はこのユニクロのシャツもメインで着用するシャツのうちの1枚として愛用していこうと思いました。シャツとしての完成度はもちろん価格も非常に魅力的です。このレベルのシャツを2990円で手に入れることができるということはやはり驚くべきことだと思います。ゆったりしたシルエットのカジュアルシャツを探しているという方はぜひ試着してみることをお勧めします。今回の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。